機動新世紀ガンダム X アンダーザムーンライト。アニメ、機動新世紀ガンダム X の外伝作品である本作は、2004年に月刊ガンダムエースにて連載が開始され、コミック全4巻が発売された。アニメ本編終了後の9年後、アフターウォー24年を舞台とする作品で、バルチャーコンミラージュに拾われ、同組織に所属するコロニー出身の少年、リック・アレルを中心に物語が展開される。ガロードなどのアニメ本編のキャラクターは登場しないんですか？残念ながら、本作に登場するのは、すべてオリジナルキャラクターとなっている。では、ガンダム X についての動画後半パートは、アンダーザムーンライトに登場したガンダム X について見ていこう。注意として、この動画は、前半パートを視聴した前提で話を進めていくので、未視聴の場合は、先にそちらの視聴をお勧めする。では、よろしくお願いします、教授。物語冒頭、主人公リックが所属するミラージュは、バルチャー艦、ローザのリーダー、ローザ2世に因縁をつけられ、より高価な品物を引き上げた方が勝ちという、サルベージ勝負を挑まれる。彼らが勝負の場としたのは、アニメにも登場した、ローレライの海と呼ばれる海域であり、リックはその海底で、沈没した潜水艦を発見する。ローレライの海といえば、Lシステムの生態ユニットとなったジュチル・リリアントと共に GX ビットがサルベージされた海域でしたね。ローザ2世の部下の裏切りにより、潜水艦に逃げ込んだリックとローザ2世は、そこで黒いガンダム X を発見する。そして、コックピットにてオシャンティがヘルメットをかぶらされ、冷凍睡眠状態にあった謎の少年、カイが目覚め、黒いガンダム X は起動する。GX ビットが沈んでいた海域で見つかったガンダム X ということは、その機体が第7次宇宙戦争当時に製造され、行方不明になっていたガンダム X3 号機ってことでしょうか。アニメ18話の冒頭にて、宇宙革命軍が強行したコロニー落としの影響で、輸送船が転覆し、GX ビットが海中に沈んでいくシーンがあったことや、作中でカイが G ビットがいないことに戸惑うセリフがあることから、共に輸送中であったガンダム X3 号機が同じ海域に沈んでいたとしてもおかしくはない。なんか、歯切れが悪いですね。作中で本機が3号機であるという明確な描写やセリフがないことがその理由なのだが、ガンプラ、ガンダム WX のキューピットの説明書には、1体は破壊され、1体は実戦に投入、1体は地球に保管されたと言われている、と書かれている。つまり、3号機は破壊され、2号機は第7次宇宙戦争に投入、1号機は旧連邦軍の工場に保管されていたってことですね。こじつけようとすれば、輸送途中、3号機はコロニー落としの余波で破壊されたと思われていたが、海中に沈んでいた、とできそうだが、ガンダムモビルスーツバイブルでは3機以外にも同型機が存在したという説もあるが、真偽のほどは不明であるとかなりぼかしてある。要するに確たる証拠がないので、この黒いガンダム X が3号機であると断言できないってことですね。つまりはそういうことだ。本機は機体カラーとシールドバスターライフルを喪失していることを除けば、他の同型機と同じ装備となっている。とはいえ、9年前の戦いで月のスーパーマイクロウェーブ送信施設が破壊されているので、サテライトシステムは使えませんよね。ということはなく、作中の年代ではエネルギー問題解決のため、新連邦とコロニー政府が共同で破壊されたスーパーマイクロウェーブ中継衛星を発電衛星に回収しており、そこからサテライトシステム搭載機に向け、スーパーマイクロウェーブを送信することができた。そのため、月が出ていなくても、サテライトシステムを使用することができたが、送信することができるエネルギーは、本来の月面施設から送られるものの3割程度にとどまっていた。前半パートで語ったガンダム X3 号機に使用できないサテライトシステムが搭載されたのは、中継衛星の回収を見越してのことだったんでしょうかね。その可能性もなきにしもあらずという感じではある。黒いガンダム X のコックピットに冷凍睡眠されていた少年カイはニュータイプと目されたが、その記憶は第7次宇宙戦争のもので染まっており、宇宙革命軍が使用していた機体に対して激しい憎悪を向け暴走してしまう。カイのことを知るため、彼からガンダム X を取り上げ、ニュータイプ研究所へと向かうリックたちであったが、その場所は9年前にフロスト兄弟の手によって破壊されており、今やその残骸が残るのみとなっていた。しかし、カイはその場所に眠っていたガンダムベルフェゴールを起動させ、リックたちに襲いかかる。リックはガンダム X に乗り込み、カイを止めようと応戦するが、その圧倒的な力に追い込まれ、撤退を余儀なくされる。カイとの戦いの後、リックは流浪のメカニック少女、マナと出会う。ガンダムに並々ならぬ執着を見せる彼女に、ガンダム X を奪われたりするも、マナはリックを気に入り、ベルフェゴールとの戦いで失ったガンダム X の右腕の修理とともに、機体カラーの変更を行う。エネルギーコンダクター部の色以外はノーマルのガンダム X と差はないように見えますね。あとはバックパックのリフレクターユニットはそのままだが、サテライトキャノンが取り外されている。
これは、カイの使用したサテライトキャノンの威力を目の当たりにし、リックが過剰な武装と判断して、あえてオミットしたようだ。また、本機専用の武装として、バスターシースライフルとフォルスターシールドが用意された。バスターシースライフルの中心後部には、その名、シースが示す通り、大型ビームソードが収納されている。サテライトキャノンがオミットされたことでマウント箇所がなくなったため、移設されたと思われる。また、フォルスターシールドはその名の通り、シールド裏側にバスターシースライフルをマウントできるようになっており、マウントした状態でも、ビームソードを抜刀できるようになっている。ガンダム X の回収を終えたリックは、カイがテロ組織、空の目に利用されていることを知り、彼を助けるため行動を起こす。カイのニュータイプとしての力や記憶が混濁している理由が、彼が装着していたヘルメット N システムにあることを突き止め、カイとの戦闘に挑むリック。激闘の末、ガンダムベルフェゴールを撃破し、リックはカイとの和解に成功する。カイとの戦いから1ヶ月後、リックは再びテロ組織空の目との争いの渦中へ身を投じることとなる。コロニークラウド9から空の目討伐のため地球に送り込まれた施設軍隊ブラックホーネットは空の目との交戦経験のあるリックに接触する。彼らの強引なやり方やブラックホーネットを率いていたのがリックの父ベルクアレルだったこともあり、リックは反骨心から冷静さを欠いた戦いをし、彼らの所有する新型機陸戦ホーネットの前に敗れてしまう。結果、ガンダム X はブラックホーネットに奪われ、リックを助けようとしたローザ2世は負傷し、彼らに保護されることとなる。その後、合流したカイと共に、ブラックホーネットの基地へと乗り込むリックであったが、父ベルクが組織内に潜んでいた患者に裏切られ、重傷を負い、空の目が起こそうとしている大規模テロのデータを彼から託される。自爆する基地から奪われていたガンダム X で脱出したリック。父親を亡くしたことに意気消沈するが、未だ敵の手にあるローザ2世を助けるため奮起し、空の目の計画を阻止するため動き出す。しかし彼の前には、ガンダム X の解析データを元に回収された陸戦モード X が立ちはだかるのだった。では最後に、アンダーザムーンライトにて最終決戦へと赴くガンダム X の改良型について見ていこう。本機は、ブラックホーネットに強奪された際、基地にて老朽化した内部部品の交換が行われており、そのパーツには最新鋭機陸戦のものが使用され、操作性などが以前より向上している。なんだかんだで24年前の機体ですからね。戦後15年の段階で新たなガンダムタイプが開発できるくらいに技術が戻っていることを考えると、ガンダム X もかなりの旧式の機体ってことになりますよね。また、最終決戦時、本機には新たな装備が用意された。バスターシースライフル回は2連装となっており、従来のものの重心下部にもう1門重心とマガジンを取り付けたような見た目であり、重心の後部にはビームソードも収納されている。威力も向上しており、今までのバスターシースライフルでは貫けなかった最新鋭機の装甲も貫けるようになっている。ゲネヨンシールドはシールド先端で4本のクローが X 字に展開するギミックを有しており、モビルスーツ1機を拘束するほどのパワーを持っていた。また、本機には再びサテライトキャノンが装備されており、キャノンとライフルに設置された大型ビームソードの両方を使用し、二刀流で戦闘を行う場面も見られた。空の目はスーパーマイクロウェーブ受信施設と偽り、地球に建造したビッグサテライトキャノンで、平和路線を進めるコロニー政府の中枢クラウド9を狙撃後、発電衛星を地表に落とすという過去の対戦を再現したテロを計画する。しかし、その目論見は、陸戦モード X を撃破したリックのガンダム X により阻止されることとなる。結局、いつの世も人の生活を豊かにするはずだったサテライトシステムは、人を滅ぼす悪魔の兵器として利用され続けてしまったってことですね。人とは本当に業の深い生き物ですね。といったところで、ガンダム X の話はこれまでとしよう。では、ここまでのご視聴ありがとうございます。